こんにちは。ウニアトリエの加藤です。今日はですね、これいこうと思います。投資図法。はい、皆さんどっかで聞いたことあると思うんですけれども、例えば1点投資図法、2点投資図法、そして3点投資図法と、いくつかあるんですけれども、今日はこの3つについてお話ししていこうと思います。では何が1とか2とか3なのかって言いますと、これは消失点っていう消えてなくなって見えるような点、消失点がいくつあるかで1点2点3点という投資図法区分してるんですね。その消失点についてちょっと最初にねお話ししておきます。例えば、消えてなくなったように見える点なんですけど、こう自分がこういてですね、例えばこう線路の上に立って、これが平行な直線だとしましょう。線路の上に立って、一直線の線路の上に立って向こうを見た時に、例えばこれ北海道とかだとして、こう向こうに山がこうありまして、こんな風にじゃあ見えてるとします。そうした時のこの平行線なんですけれども、どこかで交わって見えるようなこの点ですね、ここを消失点と言います。で、今回のこの場合ですと、この絵の場合ですと1点、消失点が1点なので、1点投資図法にのっとったこう見え方っていう風な言い方ができます。でついでにですね、この消失点って一体じゃあどこになるのかっていうと、このね地平線、例えばこう山があったとしてですね、地平線のこの位置が、消失点ができる点になります。地平線はじゃあ一体何かっていうと、この、見てる目の高さになりますね。こんな感じで、この高さでこれ目としましょう。見たここが目の高さ、アイラインになります。今ここに人描きましたけど、この人の目の高さじゃなくて、描いてる私の目の高さですね。どこが消失点になるかって考えた時に、このアイラインの高さ、地平線の高さっていうのは描いてる人、見てる人の目の高さになるっていうのを覚えておいてください。はい、では順番に説明していきます。まず最初に一点投資図法ですね。例えば立方体がテーブルの上に乗っかっていて、それを斜め上から見下ろした時にどんな風に見えるかっていうと、例えばこんな風に見えると思います。ちょっと歪んじゃいましたけど、ここの正面がですね正方形で、上の正方形が少しこう台形のように見える。ここ左右は平行線なんですけれども、そのまますぼまって見えていって、どこか一点、例えばこの辺で交わるような感じがする。でこの点は何かっていうと、これを描いている見ている人の目の高さになります。ここですね。例えばもっと見下ろしている場合だと、上の辺がですね、台形がもうちょっとこう広がって見えて、消失点の位置がもっと遠くに、例えばこんな風に遠くに行きます。常にこの目の高さからどのくらい下に見下ろしてるかによって上の面の見え方が変わってくると。で、これが一点透視図法の見え方ということになります。はい、では次に、二点透視図法、二点透視図法についてお話しします。今度は消失点が2つ。はい、これは目の高さです。消失点が1つ2つ、それに対して例えば立方体を見ようとした時に、右の面と左の面と
左右の2つの面が例えば見えていると仮定しましょう。そうした時にはこんな風な見え方になります。右の面と左の面、もちろん上の面も見えて3面が見えている感じ、こんな感じですね。立方体を正面から見た時は一点図法で、消失点を設けました。今回は右と左の2点ですね、消失点を設けて右の面と左の面と、徐々にこの点に向かって狭まっていく、こういう図になります。はい、余談になりますけれども、例えば目線よりも上にある立方体を描くときはどうか。例えばこんな感じですね。空中に浮かんでるとか天井にぶら下がってるとか、天井にくっつけた立方体でもいいです。そんなのはどういうふうに見えるかというと、こんなふうに今度は立方体の底の面が見える形になります。右の面と左の面と底の面ですね。目の高さよりも上にあるのか下にあるのかで、通常、教室アトリエとかで卓上の生物を描く場合はこういった上の面が見えるっていう条件の方が多いかなと思います。はい、よろしいでしょうか。では次にですね、これの発展系としての3点透視、今度は消失点が3点3つあります。例えばここ3点通してはどんな風に見えるでしょうか。今度は立方体を描こうとした時にこんな風に見えます。はい、右の面と左の面と上の面と3面見えてるんですが、右奥に向かって狭くなっていきます。左奥に向かって平行線が狭まっていきます。そしてそれに加えて今度は下に向かって狭くなっていきます。これは卓上に、台の上に物を置いてそれを斜め上から見下ろして描く生物デッサンなんかをする時には実はこんな風な、下に向かっても徐々に狭まっていくようなこんな風な見え方をしてるなって感じている人も中にはいるかと思います。3点透視図法ですね。3点透視、はい、例えばカメラを使って写真を撮った時にはだいたいこんな風な見え方、斜め上から台上にあるものを立体をこういうものをですね台上に置いて斜め上から見下ろして写真を撮った場合にはこんな風な見え方することが多いと思います。はい、今日はですね、1点透視、2点透視、3点透視図法のこの3つについてお話ししました。それではまた。